こんにちは。上杉翔平です。今日紐解くのは日本を代表する企業トヨタ自動車の物語です。世界中の道を走るトヨタ。けれどその物語の始まりは車ではありませんでした。始まりは一台の織機、糸を織る小さな機械の中にやがて世界を動かす大きな思想が眠っていたのです。数字の前にまずはその原点を尋ねてみましょう。ここからトヨタという大きな道が始まります。それでは巻物を紐解いていきましょう。トヨタ自動車。証券コードは7203。1937年に設立された日本を代表する自動車会社です。自動車を作り世界へ届ける。それだけでなく販売金融やリースなど車を買う人、使う人を支える仕組みも持っています。今やトヨタは日本だけの会社ではありません。北米、欧州、アジア、そして世界のさまざまな地域に広がる巨大なものづくりの国のような存在です。けれど巨大な会社ほど原点を忘れると見えにくくなります。トヨタの原点、それは豊田佐吉という発明家の眼差しにありました。昔まだ自動車が日本の道を埋め尽くす前、豊田佐吉は糸を織る機械に向き合っていました。人の手で織っていた布をもっと楽にもっと正確に作れないか、失敗したらすぐに分かる機械にできないか。佐吉が目指したのはただ早く動く機械ではありません。人の仕事を助ける機械、異常があれば自ら止まる機械、人が気づき人が考えまた良くしていける機械。この考え方は後にトヨタのものづくりを支える大切な言葉へつながっていきます。自動化。ただ自動で動くのではなく人の知恵を宿した自動化。トヨタの物語はエンジンの音ではなく織機の音から始まったのです。やがて豊田家のものづくりは次の夢へ向かいます。佐吉の息子豊田喜一郎。彼が見つめたのは糸ではなく道でした。日本でも自分たちの手で自動車を作れないか。海外から来る車を見つめながら日本のものづくりで新しい産業を起こせないか。1929年、トヨタ自動織機は自動織機の特許を英国企業へ売却します。その資金は自動車事業へ進むための大切な資となりました。織機で得た知恵と資金が車作りへ向かう。ここがトヨタの物語の大きな転機です。まるで布を織る糸が世界へ続く道へ変わっていくように、1937年、トヨタ自動車が設立されます。小さな工房の夢はいよいよ車輪を持ち始めました。トヨタの強さは車そのものだけではありません。その奥にはものづくりの仕組みがあります。必要なものを必要な時に必要なだけ。Just in time。そして異常があれば止まり、人が考え改善する自動化。この2つの考え方はトヨタ生産方式の大きな柱となりました。普通工場はたくさん作れば強いと思われがちです。けれど作りすぎれば在庫になります。在庫が増えれば問題が隠れます。問題が隠れれば改善が遅れます。トヨタは流れを見ました。部品がどこで止まるのか、なぜ遅れるのか、どこに無駄があるのか、そして現場で働く人の知恵を集め少しずつ直していく。この小さな改善の積み重ねがやがて世界中の工場に知られる考え方となっていきました。トヨタは日本の道だけを走る会社ではありません。北米、欧州、アジア、そして世界のさまざまな地域で車を作り、売り、支えています。車は1台売って終わりではありません。買う人がいる。部品を作る人がいる。整備する人がいる。ローンやリースを支える金融の仕組みがある。道路、規制、燃料、電気、
暮らしの形がある。ここで見落としやすいのが金融サービスです。車を買う人がすぐに全額を払うとは限りません。ローンで買う人もいれば、リースで使う人もいます。販売店を支え、利用者の支払いを支え、車が社会に広がる道を滑らかにする。この金融の仕組みもトヨタを見る上で大切な一部です。自動車会社とはただ車を作る工房ではなく、社会の動きと深く結びついた大きな仕組みでもあります。だからこそ投資家がトヨタを見るときは、販売台数だけでは足りません。どの地域で売れているのか、どれだけ利益が残るのか、為替は追い風なのか向かい風なのか、関税や規制はどのくらい利益を削るのか、そして部品はどこから来るのか、工場はどの地域にあるのか。もし海の向こうで大きな変化が起きたとき、その流れは止まらないのか。世界企業を見るということは、一社だけを見ることではありません。その会社につながる無数の道を見ることでもあるのです。車の物語は道の物語であり、世界経済の物語でもあるのです。ここで翔平の小さな帳簿です。トヨタを語る上でよく出てくる言葉に、ジャスト・イン・タイムがあります。必要なものを必要な時に必要なだけ。これは工場だけの話ではありません。企業を見るときにも流れを見ることは大切です。在庫を持ちすぎれば資金が眠ります。足りなければ販売の機会を逃します。流れが止まればどこかに問題が隠れています。数字はただの結果ではありません。その会社の中を物やお金や人がどう流れているのか。その後が数字に残るのです。トヨタの物語にはもう一つ大切な顔があります。それは会社がどれだけ大きくなっても現場と車へのこだわりを残そうとしてきたことです。豊田章男さんは2009年に社長となり、2023年に会長となりました。生産、販売、海外事業、品質、商品、さまざまな現場に関わりながらトヨタを率いてきた人物です。巨大企業になると数字だけで会社を見てしまいがちです。けれどトヨタには車そのものに向き合う文化があります。もっといい車を作る。現場で起きていることを見る。失敗を隠さず改善につなげる。もちろん巨大企業である以上課題もあります。品質、認証、規制、競争、どれも軽く見てはいけません。けれど課題があるからこそ企業の本当の力が見えます。問題が起きた時どう向き合うのか、時代が変わった時どう変わるのか、ここにトヨタを見る大切な視点があります。今自動車の世界は大きなとどめにいます。電気自動車、ハイブリッド、水素、ソフトウェア、自動運転、そして中国メーカーをはじめとする新しい競争相手。昔のように良い車をたくさん作ればそれだけで未来が明ける時代ではありません。どの技術を選ぶのか、どの地域で戦うのか、どのくらい投資しどのくらい利益を守るのか、さらに関税や為替のように会社の努力だけでは変えられない風も吹きます。新しい技術には時間もお金もかかります。研究開発を続けるには体力がいります。新しい工場を作るにもソフトウェアの人材を育てるにも長い目で見る力が必要です。投資家にとって大切なのは未来の言葉がどれだけ華やかかだけではありません。その未来へ向かうための資金、組織、現場の力があるのか。ここを見ることで物語は少し現実の形を帯びてきます。トヨタは一つの道だけを選ぶのではなく、さまざまな選択肢を持つ戦い方をしています。それは強みでもあり、難しさでもあります。選択肢が多いということは、多くの未来に備えられるということ。同時に、どこに力を集中するのかが問われる。
ということでもあります。今日の物語を一つの鍵で閉じるなら、トヨタを見る鍵は車の台数だけではありません。その奥にある改善し続ける仕組み、世界中に広がる道、そして変わり続ける時代に向き合う体力です。細かな数字は動画の詳細欄にも整理しておきます。気になったほどは出典と合わせて眺めてみてください。一台の食器から始まった物語は世界中の道へ広がりました。けれどこの物語はまだ終わっていません。次の峠でトヨタはどの道を選ぶのか、どの技術に灯りを灯すのか、そしてどんな形で人の移動を支えていくのか。続きはこれからの数字の中に、そして会社が選ぶ次の道の上にあります。また次の衣装でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。